こんにちは、なおです。今回の動画は2周目もクリアし、結局最後までずっと使い続けた私の選ぶ最高の陰陽術7つと陰陽術の奥義について紹介していきたいと思います。以前にも陰陽術に関する動画を上げたのですが、その後も2つをプレイするにあたっていくつか変更があったので、再度まとめてみようと思いました。ちなみにこの動画で扱う陰陽術は全て補助系のものになります。ダメージを与えるタイプの陰陽術は入っておりません。またバージョンは1.08のものになります。それでは早速発表していきたいと思います。まずは以前の動画でも取り上げた鉄板とも言うべき4つの陰陽術をそれぞれ紹介していきたいと思います。1つ目は結界符です。触れるだけで常夜を消してくれる便利な機能はもちろんなんですけれども、なんといっても強力なのは気力回復スピードを劇的に速めてくれる効果です。仁王というゲームにおいて気力は攻撃、回避、ガード、すべて何をやるにしても必要になる肝ともいえる部分になります。つまりこの気力回復を早めるということは攻撃回数の増加と同時に回避やガードといった防御面も強化することになる攻守最強の術とも言えます。特に今作から追加された新要素、常闇なんですけれども、その内部では気力回復速度が著しく低下してしまいます。そんな時でもこの結界符を使えば、常闇の気力回復が遅くなるというデメリットを大幅に軽減できるので、動きやすさが劇的に変わります。2つ目は脱霊符です。攻撃を当てるだけで敵からアムリタを奪えるので、アムリタ吸収で〇〇増加というメリット効果と相性抜群になります。このアムリタ吸収でメリット効果はいくつも種類があるので、複数つけておくとアムリタを1回吸収するたびに複数のメリット効果を同時に得ることができます。私の場合は武器にアムリタ吸収で体力自動回復、そして小物の視点同時のひょうたんの効果でアムリタ吸収で高齢、続いて守護霊の天元孔雀の効果でアムリタ吸収で構え別の有利効果、そして最後貨車の玉城の固有の特殊効果でアムリタ吸収で移動加速、この4つが同時に得られるようにしています。アムリタをただ吸収するだけでこれだけの数のメリットを簡単に得ることができるので本当におすすめです。3つ目は風力符になります。一撃で瀕死だったり即死になってしまう、どうしても敵の攻撃がきつすぎるという方はぜひこの風力符を敵に当ててみてください。本当に今までの攻撃が嘘のように耐えれるようになるのでおすすめの術になります。続いて4つ目は黒金符です。敵の守備力を下げるというシンプルな術になっております。効果時間はそこまで長いというわけではないかもしれないんですけれども、攻撃を畳みかける前に使って一気に仕留めるっ
っていう感じで使うといいんじゃないかなと思います。実際にどれほど敵の守備力を下げれるのかと思い映像を撮ってみました。ダメージ量が946から1530まで上がっているのが確認できるかと思います。もちろん敵にバフがかかってたりとか、こちらにデメリット効果があったりだとか、いろんなものが加わるので、一概にこれほどアップすると言えるわけではないんですけれども、それでも簡単にダメージ量を約1.5倍から1.6倍できるって考えると、すごく効果的な術だと思います。敵の体力、特にボスですね。今作では結構多めに設定されていると思います。ですので、ダメージ量がこれだけ増えるこの黒金符、非常におすすめです。ここからは以前の陰陽術の動画では取り扱わなかった3つの術を紹介していきたいと思います。1つ目は陽神符です。これは有名だし使っている方も多いと思います。特に序盤から中盤あたりでどうしても戦略が足りなくなりやすい時期ですね。この時期にこの陽神符を1つでも2つでもセットしておけると、それだけ戦略の節約ができておすすめです。回復速度はゆっくりなんですけれども、その分術の効果時間は非常に長いです。総量ではかなりの回復量になるので、戦闘前にあらかじめかけておくのもいいし、例えば道中を駆け抜ける前に使っておけば、目的地に着く頃には体力が全回復しているなんてことになります。2つ目は紅葉符です。こちらは揚力の吸収量を増やしてくれる術になります。これは今作からの新しい術ですね。私は妖怪技や妖怪カウンターを頻繁に使うので、揚力が常になくなっています。ですので、揚力吸収量が増えるというのは非常に嬉しいものになります。ただし、揚力を使う技をあまり使わないっていう方にとっては、もちろん不要なものになるので、その分、これを削って、例えばアムリタ吸収量が上がる高齢符に変えるとか、自分のスタイルに合わせて選んでもらえればなと思います。この妖怪技のシステム、最初はちょっと慣れてなくてあまり使っていなかった時期もあったんですけれども、一度慣れてしまうと本当に役に立つし、いろんな効果が楽しいので、妖怪技っていうのシステム本当に良かったなと思います。次で最後ですね。3つ目、護身符になります。効果は敵からのダメージを一定量まで無効化するというすごい効果なんですね。この無効化できる量はその実力によって変わるので、呪のステータスにたくさん振っている方は、この受けきれるダメージ量も多くなるので、より効果を実感できるんじゃないかなと思います。ただし注意点がありまして、この術すべての攻撃を防げるというわけではないんですね。物理攻撃は防げるんですけれども、属性攻撃は普通に食らってしまうようです。そこだけ注意してみてください。それにしても物理攻撃を無効化してくれるというのは、雑魚敵とのちょっとした戦闘はもちろんそうなんですけども、それよりもやはりボス戦ですよね。強敵との戦いではめちゃくちゃ役に立つので、どうしても敵の攻撃が過ぎて勝てないなんていう時は、ちょっと試しに使ってみたらいいんじゃないかなと思います。ただ、こちらの術ですね、装備コストと言いましょうか、術コストが5かかってしまうんですよね、1つ装備するのに。なので、複数装備すると、それだけで術容量を一気に埋めてしまう形になります。もちろんその分強力っていうことではあるんですけれども、もう少し術コストが少なかったらもっと完璧だなと思っています。以上、私の選ぶ最高に役に立つ陰陽術7つを紹介しました。そして次ですね、陰陽術の奥義について話したいと思います。まだ取ってないよという方は、ストーリーを進めて陰陽術の熟練度
陰陽術をいっぱい使えば勝手に上がるものなんですけれども、これを上げると挑戦できる修行ミッション、9時の欠員というものがあるんですね。これをクリアすると陰陽術の奥義使えるようになるので試してみてください。この奥義なんですけれども、どちらも非常に使えます。まずは私も使っている陽の刹那から紹介したいと思います。これはセットすると陰陽術を素早く使えるようになるというものになります。前回のアップデートによりさらに早く唱えられるようになりました。今までも効果は当然実感できたんですけれども、前作に比べ少し唱えるスピード遅いなと思っていたところに、前回のアップデートで前作並みのスピードで早く唱えられるようになりました。今ご覧の通り、この陽の刹那の奥義をつけるとつけないとではまるで唱えるスピードが違います。この陽の刹那の奥義をつけることにより、戦闘中にもさっと唱えられたりとか、ボス前で一気にバフを何個も何個もかけるときに短い時間で済むようになるなど、本当に役に立つ奥義スキルになります。私は基本的にはこちらを使っている状態です。次にもう一つの奥義、陰の長級になります。こちらは自身へかける陰陽術やアイテムの効果時間を増やしてくれるものになります。戦闘中に陰陽術を使うことはほとんどないよという方にはこちらがおすすめです。私の呪の能力値で結界符を使った場合、陰の長級なしだと約47秒。それがこの陰の長級をつけた状態だと約72秒まで効果時間を増やすことができました。陰陽術はボス部屋の前で一気にバフをかけるときや道中でかけるにしても安全なところでしか使わないよという方はこちらの奥義をセットすることをお勧めします。ちなみにこの陰の上級なんですけれども、私はあまり使ったことがなくて少し勘違いをしていまして、相手にかける陰陽術、例えば地遁符とかですね、こういったのの効果時間も増やせると思ってました。今回この動画を撮るにあたり、実際に修行場で実験してみたら全く変化がなかったんですね。これはちょっとなぜ勘違いしたのかちょっとわからないんですけれども、一応もし同じように勘違いされている方がいらっしゃるかもしれないので、補足として説明させていただきました。いかがだったでしょうか。現在の私が常に装備している術と奥義を紹介してみました。マラソンの時はこれに加えて、例えば開運符なんかを使うこともあるんですけれども、今回紹介した術以外で使うとしてもその程度ですね。呪のステータスをそれほど振ってない私でもめちゃくちゃ強力だなと感じる術が多いので、呪のステータスに多く振っている方ならもっともっとメリットを感じることができると思います。今後ダウンロードコンテンツで新たな術が追加されることも考えられるので、その際はまた新しい動画にて紹介させていただければなと思います。今回の動画は以上になります。最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。